どうも、小型水槽大好きカプラです。皆さん、30センチ水槽は好きですか？ 30 センチ水槽は魅力がとても多く、初心者の方にもおすすめできる小さくて可愛くておしゃれな水槽です。30センチ水槽は水質が変化しやすいとかネガティブなイメージもありますが、それ以上にメリットがあります。管理方法によってはそのネガティブな要素をポジティブに変えることもできます。そんなこともあり、私はアクアリウムを最初に始めるなら30センチ水槽をおすすめしたいなと思っています。今日は1ヶ月半ぶりの水槽メンテナンスをしながら30センチキューブ水槽の魅力、そして欠点、さらにはその欠点をポジティブにする方法を動画にまとめてみました。これから水草水槽を始める方や日々のメンテナンス地獄に追われている水草水槽大好きさんも参考にしてください。改めましていつもご視聴ありがとうございます。カパラです。このチャンネルでは忙しい人でも楽して綺麗な水槽を長期維持することをテーマに動画を作っています。ぜひチャンネル登録していただいて少しでもお忙しい皆さんの参考になればと思います。現在12台の水草水槽を管理している私も30センチ水槽は2個持っています。1個は ADA のキューブガーデン300。もう1個は寿レグラスブラックフレームタイプです。今日はこちらの水草水槽のメンテナンスをしていきます。どうしても水草水槽って手間がかかるイメージがあるんですが、私はほとんど何もしておらず、苔掃除ですらここ1ヶ月くらいしていません。かなり楽をしている方だと思っています。トリミングを始める前にこの30センチキューブ水槽を現在どんな感じで管理しているのか話させてください。30センチキューブ水槽は管理方法によっては私の水草水槽のような足し水と2ヶ月に1回のトリミングだけで維持できます。ちょうどこの水槽は3年半前に立ち上げました。その後レイアウトをちょこちょこいじってプチリセットを繰り返していました。そして2024年の6月に今のレイアウトを作りました。このレイアウトに変えてから現在7ヶ月経ちます。この間足し水とトリミングだけで維持しています。ソイルは交換せず3年半使い続けています。水草は元気に育っていて、まだまだこれから発展していくんじゃないかなと思っています。今日はこちらの30センチ水槽の水草を少し整えながら30センチ水槽の魅力、そして30センチ水槽の欠点、さらにはその欠点をポジティブに捉える方法をお伝えしたいと思います。30センチ水槽の魅力7つ挙げました。1つ目は設置場所に困らないということです。30センチ水槽は置く場所を選ぶのに困りません。ホースや水槽台を含めてもだいたい40センチ四方の場所を確保できれば置くことができます。部屋の中にあるデッドスペースをうまく活用したり、普段片付けていない場所を少しきれいにすることで簡単にスペースを確保できます。水槽は部屋に置くインテリアの一つだと私は思っています。それこそ観葉植物を部屋に1個置くように水草水槽を部屋に置くという感覚で設置できます。水槽という重たいイメージのキーワードから想像がつかないくらい手軽に置くことができます。2つ目が重さが軽いことです。これは設置場所に困らないということにもつながります。インテリアを考える上で重さが軽いということは正義です。30センチ水槽はレイアウトをするとだいたい 30kg くらいの重さになります。30センチ水槽用の水槽台を含めると 40kg くらいの重さになります。60センチ水槽のだいたい半分くらいの重さになります。このくらいの重さですと水槽台ごと押して場所を移動することができます。特に移動するときは水を減らして移動するでしょうから、水の入っていないレイアウト水槽でしたら一人で持つこともできます。60センチ水槽は水を入れちゃうと本当に動かすのがめちゃめちゃ大変なくらい重たいです。少なくとも私は動かせません。
またニトリや IKEA の天板付き家具は 30kg くらいなら耐えられるものも売っています。水槽台を買う資金で30センチ水槽を置けるような丈夫な家具を選んだ方は少なくないと思います。3つ目はオシャです。これは30センチキューブのフレームレス水槽なんですが、設置した場所にすっきりとしたスタイリッシュな印象を与えてくれます。立方体の形状が美しいですよね。この立方体が周りの家具との親和性を高めてくれるんですよ。あと、キューブなんで、正面だけからじゃなくて横とか斜めからも美しく見えるので、インテリア性能抜群です。廊下の角にも置きやすくて、部屋の中でなんかここ寂しいなと思う隙間を埋めてくれます。4つ目はレイアウトしやすいということです。30センチ水槽は小さくもなく、決して大きくもなく、とてもレイアウトがしやすいです。特に30センチキューブは四方が同じ長さの立方体のため、水草や流木のレイアウトをバランスよく作りやすいです。それと日本では特に人気のある水槽なので、レイアウトサンプルの画像もたくさん見つけることができます。なので初心者でもレイアウトを真似して作りやすいです。もちろん45センチとか60センチ水槽のレイアウトサンプルもたくさんあるんですが、水草を植えるスペースが広いと結構レイアウトって悩んじゃうんですよね。いい意味で水槽が小さいのでレイアウトにあまり迷わないです。植える水草の種類が少なくても絵になるのがいいですね。流木レイアウトも石組みもできちゃいます。それに水槽サイズが小さいので、レイアウト素材も小さくて良いので、お店で手に入りやすいです。私の水槽では流木1個と小さな石2つから3つで大まかなレイアウトを作っています。あとは水草を植えて水景を彩っています。30センチキューブ水槽ではだいたい次のような水草がよく使われます。前傾層にはキューバパールグラスやニューラージパールグラス、ショートヘアグラスが使われてますね。成長すると横に広がって美しい緑の絨毯になります。中傾層ではブリクサショートリーフとかコブラグラス、パールグラスいいですね。こんもりとした茂みを作るのに適してます。後傾層ではロタラ、インディカ、ロタラ、ナンセアン、ルドビジアのニードルリーフ、ルドビジアスーパーレッドなど、そういった有形層は背面に高さを出すのに最適です。私の水槽では前傾層にオーストラリアンクローバーミニ、中傾層にルドビジアトリコロール、ルドビジアインキュリナータキューバ、プロセルピナカパルストリス、ルドビジアニードルリーフを植えています。流木の上には水蒸化もしてくれる美しい赤色の水草、ハイグロフィラピナティフィラ UK を植えています。ハイグロフィラピナティフィラはソイルに植えなくても流木にくっつけておくだけで水中の栄養を吸って育ってくれるのでとても頼もしいです。後傾層にはバリスネリアスピラリスを植えています。結構長く伸びてるので水の流れに沿って漂ってますね。これが結構増えるのでボリュームが出ると水の流れが見えてとても楽しいです。5つ目はメンテナンスがしやすいということです。水槽の日々のメンテナンスやレイアウトをリセットして作り直す時にもものすごい楽です。小さい水槽なのでダイソーで売ってるような8リットルのバケツがあれば十分です。水替えする時にバケツ1回で十分なんでとっても掃除しやすいです。水替えって結構大変なんです。週に1回か2回水を変える管理方法であればバケツ1杯でそれが済むってのが本当に楽です。これが大きな水槽になると2回や3回繰り返すこともあります。何度も水道から水槽に行ったり来たりするので結構大変なんですよね。それと同時にレイアウトのリセットも簡単です。水草レイアウトが気に入らなければ1回水を抜いて全ての水草を取り出しますよね。この作業が他の大きな水槽に比べて圧倒的に楽です。水槽を丸洗いするのも普通に持てる重さなので楽です。メンテナンスのしやすさって非常に大事で、管理方法によっては
2、3日に1回水替えするなんてこともありますから、1回のメンテナンス作業が少ないのは小さな水槽の有利な点です。それだけ楽だと言っているのに、私はメンテナンスが2ヶ月に1回くらいの管理方法をしているので、どんだけ楽してるのよっていう話です。6つ目は機材を選びやすいという点です。例えばフィルターであれば水の循環量が少ないコンパクトな外掛けフィルターでも維持できますし、水の循環量が多い外部フィルターも使いやすいです。これが20センチ水槽とかだと外部フィルターを使うには少し狭いですし、30センチ水槽ならいろんな機材を水槽に設置することができます。選択肢の幅が広いです。ライトも種類が多くて資金に合わせて選ぶことができます。もし CO2 を添加してきれいな水草水槽を作りたくても大きな業務用ボンベは必要ないです。それに YouTube で出ている水草の育て方とか魚の育成方法、水質管理方法などの理屈がだいたい当てはめられるのが30センチ水槽から60センチ水槽です。だいたいどんな機材を使ってもうまくいきますし、情報も多いですからかなりやりやすいと思います。7つ目です。多目的に活用ができるということです。小型魚の飼育はもちろん、隔離水槽を水草のストックなど多様な用途で使えます。場所を取らないという意味でもメイン水槽の横に置くサブ水槽としても人気があります。例えば30センチ水槽をやっていて、アクアリウム面白いから60センチ水槽にサイズアップしようっていう風になった時、余った30センチ水槽の活用方法って結構あるんですよね。60センチ水槽の水槽台の下にも入りますし、メイン水槽でリセットする時の生態や水草の避難水槽としても活躍します。もちろん病気になった魚の治療にも使えます。アクアリウム以外の用途でも部屋の中に置いて小物入れに使うこともできますし、意外と使い道は多いです。デメリットは目立つもの2つ挙げました。1つ目は水質の変化が大きくなるということです。これが一番のデメリットかなと思ってます。CO2 の添加をしたり、水替えをしたり、液肥の添加量を多くしたりすると、すぐに水質が変化します。それと最初にやりがちなちょこちょこいじりでなかなか安定しなかったりします。それと最初にやりがちなちょこちょこいじりでなかなか水質が安定しなかったりします。アクアリウム始めたての時って水草の位置をずらしたり、フィルターの中いじってみたり、ライトの強さ変えてみたり、二酸化炭素の添加量を変えてみたり、魚の量を変えてみたり、いろいろやりたくなりますよね。そうするとその影響がまあまあ響いて、なかなか水質が安定しなかったりします。水質で言うと温度もそうです。特に冬場は水道水の温度が低いので、水の量が少ない30センチキューブ水槽に大量の水を入れると水温の上下度が大きくなります。水温を常温に戻してから水を入れるとカルキも抜けていいと思います。トリミングも一気に行うと水中の栄養を水草が吸収しきれなくなって苔が生えやすくなったりします。2つ目のデメリットが魚があまり飼えないということですね。1つ目に関係するんですが、餌の回数が多いと苔が生えやすくなったり、魚の糞が増えて水が汚れるのが早くなったりします。魚が多いと特に餌の量が増えるので水が汚れやすいです。この辺は一般論ですね。デメリットの克服方法なんですが、魚の量を少なくする、魚の餌の回数を少なくする、餌を消化のいい残差の少ないものを使うと、水替えの頻度を多くして新鮮な水を入れてあげる、こういったところですかね。あとは私の水草水槽のように魚をあまり入れずに水替えもせず放置するといいです。水替えや餌やり、トリミングっていうイベントを極力減らすことで、いつまでも綺麗な水槽を維持できます。これである程度水草が増えれば、魚を少しくらい入れてもそんなに水質が崩れることもないかなと思います。さて、トリミングが終わりました。だいぶすっきりしましたね。この水槽も放置して足し水だけで7ヶ月が経過しました。
フィルターも目詰まりはなさそうなくらい流量があります。フィルターパイプもステンレスパイプなので、まだ苔掃除はしなくて良さそうですね。次回のトリミングの時でいいかなと思います。光量設定も良さそうです。フィルターホースもまだまだ綺麗なので、このまままた放置したいと思います。私は水替えや餌やり、トリミングというイベントを極力減らしてます。観葉植物を部屋に置くような感覚で水草水槽を作って部屋に置いてます。この水槽は水草を楽しむ水槽になってます。水中の植物は涼しさや透明感、清涼感、水特有の美しさを感じられます。少しだけ入っている苔取り生態のオトシンクルスがたまに見えるのは可愛いですね。もちろん魚を入れて放置している水槽もあります。この水槽は60センチ水槽で10匹くらいの魚が入っています。こんなんですが、餌は3日に1回程度で水替えもせず水質を保ってます。特に魚は3、4年ほど生き続けてます。水槽に対しての魚の量をネットで検索すると一般的な情報が出てきますが、その量の半分くらいが私は楽に水槽を管理できるんじゃないかなと思っています。生き物は入れれば入れるほどそれに合わせて新鮮な水を入れてあげるっていう作業が必要になってきますし、そういったイベントが増えると水槽は変化をして、その変化をできるだけ少なくする努力が必要になってきます。そんな影響を受けやすい30センチキューブ水槽ですが、逆に捉えると何かあっても元の状態に戻しやすいですし、レイアウトも手軽に変えられますし、機材も他のサイズの水槽より値段が安いです。そういった意味でもベテランからこれから水槽を始める人にもおすすめできる水槽サイズです。このキューブ感やっぱり好きですね。30センチ水槽は初心者からベテランまで楽しめる手軽で奥深い水槽サイズだと思います。長くアクアリウムをやってる私でも未だに30センチ水槽捨てずに使い続けてます。皆さんの水槽サイズ選びの参考になればと思います。